こんにちは、新井住吉です。冒頭の動画を見てもらってお分かりの通り、InMotion V10 がこのように空気を入れても全く空気が入らなくなってしまいました。原因として考えられるのは、インナーチューブがどうもおかしくなってしまったようなので、今回はこのInMotion V10 のインナーチューブを新品のインナーチューブに交換したいと思います。タイヤの交換にも参考になると思うので、どうぞご覧ください。まずはペダルとカバーを外していきたいと思います。最初にペダルから取り外してしまいます。次にカバーを外すために上部パッドを取り外すわけですが、上部パッドはベルクロにこのようにベルクロにしています。これもパッドの部分に両面テープが採用されていて、ネジの穴を隠すようになってしまうんですが、利便性を高めるためにベルクロにした方がいいでしょう。この隙間が空いて熱くなってしまいますが、パッドが熱くなったと思えば使用上では問題ないと思っています。すべてネジが取り終わったら、この部分とこの部分にこのカバーを留めているノッチがあるので、それを側面からこじ開けていきます。赤いラインの外側の隙間ですね。そこから、こじ開けてノッチを取り外していく形になっています。カバーが外れたので、次はシェルとインホイールモーターを分離していきたいと思います。まずこの箱から開けていきましょう。
これでインホイールモーターとマザーボードのケーブルが取り外したので、このネジを取り外すことができます。バッテリーとシェルは今回はこれ以上はばらさないので、このまま保管しておきます。さて、ここからタイヤを外していくわけですが、まずはタイヤの空気が抜けていることを確認します。はい、すでに空気は入っていませんね。タイヤを外す際にタイヤを外しやすいようにドライヤーを使用します。ドライヤーでタイヤを温めてゴムを若干広げるような形にします。そうすることでタイヤがとても外しやすくなります。だいたいタイヤが温まってきたら OK です。だいたい 2,3 分で温まると思うので、ここからタイヤを外していくわけですが、タイヤを外すにはこういったタイヤレバーを使用します。金属製のものでタイヤレバーを使うとここのリムが傷んでしまうので、こういった樹脂製のタイヤレバーを使用してください。では実際にタイヤを外していきたいと思います。で、使うのはここの部分ですね。ここの部分で無理やりこじ開けるのではなくて、リムを支点にしてテコでタイヤを外していく感じです。それでやってみたいと思います。はい、これで片方は
タイヤを外すことができました。タイヤを交換する際は両方ともこの要領でタイヤを外してタイヤを交換することができます。今回はインナーチューブの交換だけなので、片方だけタイヤを外した状態だけにしたいと思います。ではここからインナーチューブを取り外していきたいと思います。はい、元使っていたインナーチューブを取り外すことができました。後でこのインナーチューブが一体どこから空気が抜けていたのかをちょっと検証したいと思うので、これは取っておきます。で、ここに先ほどとは外した容量とは逆にインナーチューブを設置していきたいと思います。今回交換する新品のインナーチューブです。剣打製、サイズは 16×2.5 インチのものになります。はい、これでインナーチューブの設置はできましたので、少しだけインナーチューブに空気を入れてねじりなどがないか確認したいと思います。問題はないと思います。インナーチューブが装着できましたので、外したタイヤを元に戻したいと思います。その際にタイヤを少し広げたいので、ドライヤーでもう一度タイヤを温めたいと思います。ではタイヤを入れていきたいと思います。
はい、これでタイヤがまた入りましたので、あとはインナーチューブに空気を入れて大丈夫かどうか確認したいと思います。やはりバルブから空気が抜けるような音がします。これではダメみたいですね。インナーチューブのバルブに異常があるというのは間違いだったのでしょうか。これは少し検証が必要になると思います。先ほど取り出した16インチのインナーチューブについていくつか検証を行ってみたいと思います。使用済みのものの他に14インチ用のデューロ、18インチ用のブリヂストンのインナーチューブを使用します。次にバルブコアそのものの劣化を疑いました。この使用済みのケンタのバルブコアを新品のブリヂストンのインナーチューブに取り付け、空気の抜けが発生するかを確認しました。結果はノーで、空気漏れなどはなく正常に空気を入れることができました。このことからバルブコアの劣化が原因ではないと考えました。次にデューロのインナーチューブに先ほど使用したエクステンダーで空気を入れてみます。この通り空気漏れなどは確認できません。次に使用済みのケンダのインナーチューブにバルブコアは新品を使い、デューロと同じエクステンダーを使用して空気を入れています。そうするとこの通り接続した時点で空気が漏れています。空気を入れようとすると大半が漏れてしまいます。これらからケンダのタイヤバルブ本体に何らかの問題があるのではないかと考えました。つまりこれはタイヤバルブの全ネジになっていない部分によってタイヤバルブ先端がエクステンダー側へとちゃんと入りきらないので、内部のガスケットまで押し込まれておらず空気が漏れてしまうのではないか、こういった可能性が考えられました。解決策としてこのような方法を取りました。エクステンダーとの隙間から空気が漏れないようにオーリングを追加し、ネジが切られていない距離を補いました。追加したオーリングが押し込まれることで空気漏れを防ぎ、空気が入るのではないかとそう考えたのでした。検証の結果はこの通り、先ほどにあったようなバルブとエクステンダーの隙間から空気漏れはなくなり、インナーチューブにもちゃんと空気が入っていることがわかります。無事に空気が入るようになりました。これで大丈夫だと思います。ケンダのタイヤバルブとエクステンダーの相性が良くなかったというところでしょうか。今回の動画は少し長くなってしまいました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。新井住吉でした。